最近、イカゲームへの関心が再び高まっています。ネットフリックスで一つ、二つ予告編が公開されるたびに、人々の期待も共に大きくなっています。イカゲームシーズン1の人気がどれほどすごかったかは、すでに多くの方々がよくご存知だと思います。2021年に放送されたこのドラマは、なんと1億1100万のアカウントがネットフリックスで視聴し、途方もない記録を打ち立てました。これを単純な数字に換算すると、2億人以上の人がこのドラマを見たわけですから、その人気は想像を絶するものだと言えるでしょう。この素晴らしい成功のおかげで、本日の主人公、イ・ジョンジェ俳優は一気に世界的なスターに浮上しました。ところで面白い点は、イカゲームでのイ・ジョンジェ俳優が私たちが普段知っていたイ・ジョンジェ俳優とかなり違う演技を見せたということです。イカゲームで従来の彼の演技とはまた違った新しい魅力を見せてくれました。どんな点が違ったでしょうか？本日ご用意したこのコンテンツがその疑問を解決してくれるはずです。本日の主人公、イ・ジョンジェ俳優。イカゲームでの彼の演技が以前とどう違うのか、彼が出演したいくつかの映画、そしてドラマを通じて一度調べてみましょう。1972年、ソウルで生まれたイ・ジョンジェ俳優は、デビュー当初から注目されたスターでした。しかし、真の人気俳優として定着したのは、1995年に放送されたドラマ、砂時計からでした。彼は劇中のヒロインに一方的な愛を捧げるボディーガード役を演じ、無口で強烈な目つきの演技で大衆の心をつかみました。特にこのキャラクターが見せてくれた黙々と守ってくれる姿は大きな人気を呼び、イ・ジョンジェはあっという間に全国的なスターに浮上しました。素敵なルックスに素敵な役柄、彼は大人気を得るしかありませんでした。彼の素敵な姿は時間が経ってもそのままでした。映画、感想誌でイ・ジョンジェは王の座を狙う王の弟、スヤンデ軍役を演じ、登場から視線を圧倒しました。登場シーンだけでも観客の息を止めた彼は、彼の鋭い目つきと表情、そして深みのある声で見る人々の感嘆を誘いました。スヤンデ軍として初登場した時、彼はランウェイを歩くモデルのように堂々と出てきて観客の視線を奪います。スローモーションで歩いてくるシーン。そして彼の後を追う2匹の犬は単に威圧感を与えるための装置であるだけでなく、イ・ジョンジェのカリスマを極大化するための演出でした。남을 밟고라도 머리가 되려는 자들과 파렴치한 살생도 거리낌 없이 행할 만한 자들을 골라내라. 남의 약점인 목을 잡아뜯고 절대로 놔주지 않는 잔인무도한 일이 이자가 진정 역적의상이다. 王の座を狙うスヤンデ軍というキャラクターの冷酷さとカリスマ性を、彼は完璧な顔と堂々としたビジュアルで昇華し、彼の登場シーンは多くの韓国人が考えるに一番素敵な登場シーンとして記憶している人も多いです。彼のハンサムな顔と良い体は断然素敵な役割で彼を導きました。当たり前のことでした。俳優にとってイメージとは配役を導く最も重要なものだからです。ハンサムな上に体まで良いので素敵な役がついてくるのは当たり前でした。彼が出演した2013年の映画新しき世界では、ヤクザ組織に忍び込んだ警察のイ・ジャソン役を演じ、ヤクザ組織の役員にまで出世し、奥深いところで生き残るために絶えず揺れるキャラクターだが、イ・ジョンジェはその内面の苦悩と心理的圧迫をどんなセリフよりも表情と目つきで表現しました。彼が目つき一つだけでも観客に伝える複雑な感情線はすごい没入感を与えました。特に彼はこの映画でスーツを着た姿がよく登場しますが、まるでスーツモデルのような彼の姿に観客は看護するしかなかったです。2016年にはインチョン上陸作戦に出演し、韓国戦争に出場した軍人を演じます。
彼は実在の人物である海軍将校のチャン・ハクス役を演じ、歴史を蘇らせる品格ある演技を披露しました。この映画は韓国戦争当時のインチョン上陸作戦の成功を背景に、イ・ジョンジェは悲壮な決断とリーダーシップを見せる将校としての面貌を描きました。荒いアクションに似合う男らしい彼の容姿、そして重厚な声が、戦争という極限の状況でも動揺することなく、部下たちを導く隊長としての役割にあまりにもよく似合っていました。このようにイ・ジョンジェはハンサムなルックスと素敵な体つきで、素敵で華やかな役割を続けてきました。しかし、本日の主なコンテンツ、イカゲーム。このドラマが彼の運命を変えます。2021年のネットフリックスオリジナルドラマ、イカゲームで、俳優のイ・ジョンジェは新しい挑戦と呼ばれるほど破格的な役割を果たします。経済的な切迫感の中、456人の参加者が45億6000万円の賞金を獲得するため、命がけで参加するサバイバルゲームを扱ったサバイバルスリラードラマ、イカゲームで、イ・ジョンジェが演じたソン・ギフンはギャンブルにはまって人生が崩れた中年男性で、借金の山に座り、母親に頼って暮らす無能力な人物を演じます。娘の誕生日プレゼントさえ買ってあげられない、情けない家長であり、自分の人生を自らコントロールできない弱い人物です。イ・ジョンジェはソン・ギフンの誠実で弱い姿を完璧に演じ、従来の強烈なイメージとは正反対の姿を見せてくれました。序盤で借金取りに殴られたり、イカゲームの関係者にゲームに負けて殴られたり、またイカのゲームに参加してからは何度も脱落の危機を経験しますが、誠実に生き返ります。彼がいくら今までやってきた演技とは違う演技だとしても、視聴者たちは違和感を感じる暇もなく集中してドラマを見ました。これはイ・ジョンジェ俳優の演技力でした。彼はゲームの不安と恐怖の中でも感情を真実に伝える善良さ、ゲームに勝つための誠実さを劇場的に演じます。このようにイカゲームはイ・ジョンジェ俳優の徹底的に準備された演技力と主演の優れた演技、イカゲームという新鮮な素材が出会い空前のヒットとなり、韓国を超えて全世界まで人気を得るようになったグローバルドラマになりました。俳優のイ・ジョンジェは単にハンサムなルックスを超えた深くて広い演技スペクトラムを誇ります。特にイカゲームシーズン1では従来の強烈で素敵なイメージを隠し、弱くて切迫したソン・ギフンのキャラクターを完璧に昇華し、全世界の視聴者に深い印象を残しました。このような演技変身を通じて、もう一度イ・ジョンジェの俳優としての深さを確認することができました。シーズン2では彼がまたどんな新しい姿を見せてくれるのか、彼の演技がイカゲームの世界観をさらに豊かにするという期待感が大きいです。イ・ジョンジェと共にスリルあふれるストーリーを展開していく新しいキャラクターたちが果たしてどんな緊張感を作り出すのか、彼らがどんな魅力でイカゲームの舞台をより多彩に作っていくのか、期待が高まる中、これまで様々な作品で見せてくれたイ・ジョンジェ俳優の幅広い演技力がとても楽しみです。本日の動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいね、アラーム設定までお願いします。次ももっといいコンテンツで戻ってきますので、期待してください。